ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白死体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体は、ウェイターよ。彼は AE で追加されたコンテンツ、ブラッドチル邸に出現する死体よ。ウェイターだなんてまるで給仕係みたいな名前だけど、実際に給仕係だからウェイターという名前なの。どう見てもモブとしか思えない名前だけど、名前からは想像もつかないポテンシャルを秘めているわ。というわけで早速性能の紹介に入るわよ。始まるよー。ウェイターは吸血鬼の死体で、他の吸血鬼と同じく、片手武器と破壊魔法を得意としてるわ。ウェイターの何が特別かというと、彼のレベルは、なんと65もあるわ。これは固定だから、プレイヤーのレベルが1だったとしても変わらないわ。これは驚異的な値で、普通はレベル1でここまでレベルが高い死体に出会うことはできないわ。実際には彼を10と化するにはレベル10まで上げる必要があるのだけど、それでも同じレベル帯の NPC と比べて圧倒的に高いレベルを持ってることに変わりないわ。というより、10と化可能な NPC で彼よりレベルが高くなるのは、最高司祭ビルスールぐらいしかいないわ。序盤から10と化可能なのに、作中トップクラスのレベルを持っている。それが名前に対して性能が高すぎる死体、ウェイターの最大の特徴よ。説明しよう。それじゃあステータスを見ていくわ。これがウェイターのステータスよ。やっぱり目につくのは圧倒的なレベルの高さね。その分ステータスも高くなるから。体力も1226とかなり頑丈よ。得意スキルは片手武器と破壊魔法なのだけど、魔術師としてはそこまで強いわけではないわ。熟練者レベルの破壊魔法と霊気強化のパークを持ってるけど、純粋な魔術師と比べるとちょっと物足りないわね。片手武器のパークが充実してるし、エクストラダメージ 2.5 も持ってるから、片手武器による攻撃はかなり強力よ。ただし片手武器を持たせた方がいいかというと、実はそうとも言い切れないのよね。これについては後で説明するわ。それとウェイターには、体力が自動回復するという特徴があるわ。敵は基本的に自動回復しないから、獣人として連れ回すとダメージが蓄積していずれ死んでしまうわ。だからこまめに回復する必要があるのだけど、ウェイターにはその必要がないわ。実はこれは吸血鬼全般が持つ特徴だから、吸血鬼であるというだけで、獣人向けの死体になれる素質を持っているというわけね。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわよ。レベル12以上になると送られてくるディナーへの招待を読んで、その後ブラッドチル洞窟に向かうのが本来の流れなのだけど、手紙を読まないで直接向かったとしても、洞窟に入った時点でクエストが開始されるわ。こっちの方法だとレベルは関係ないから、より低いレベルでウェイターを10とにしたいならこっちを選ぶといいわ。そしたらウェイターに話しかけるよう指示されるのだけど、無視してぶん殴ることをおすすめするわ。普通に話しかけてクエストを進めると、ウェイターのクエストマーカーが消えてしまうわ。直接ぶん殴るとクエストマーカーが残り続けるから、獣人として運用するならこっちの方が便利よ。このクエストはプレイヤーが吸血鬼かどうかでルートが分岐するのだけど、ウェイターを獣人化するには吸血鬼じゃない状態でクエストを進める必要があるわ。ルートが決まるのはウェイターを殴った瞬間だから、それまでに直しておけば大丈夫よ。最後にドーンガードに話しかければクエストは終わりだけど、これは絶対にやっちゃダメよ。ウェイターの死体はクエストが終わると強制的に消えてしまうから、その前で止めておく必要があるわ。だけどクエストを終わらせないと一つ問題があるのよね。この通り、話しかけるまで永遠にドーンガードがつきまとってくるわ。もし彼を引き離したいなら、ブロークンホール洞窟に向かうといいわ。一度ここに入った NPC は、二度と出れなくなるから、ここにドーンガードを誘導すれば、彼は永遠にこの洞窟の住人になるわ。あとはウェイターを獣人化すればいいのだけど、ウェイターはレベルが65もあるから、彼を獣人化するには、聖職者、血虫の兜、ボーンウルフの復讐の3つの効果を揃える必要があるわ。ボーンウルフの復讐はレベル10から入手可能だから、ウェイターを獣人化するにはレベルが10以上必要になるわ。ウェイターは基本的に軽装鎧を装備してるはずなのだけど、レベルによっては防御力0のローブを着てることがあるわ。そういう場合は一度装備を全て剥ぎ取って、獣人化した状態で大きめのロードを挟めば、
新しい鎧が装備されるわ。鎧にはマジか回復速度上昇の富士がついてることがあるのだけど、魔法より物理攻撃の方が強いから、富士なしの鎧が出るまで繰り返すことをおすすめするわ。これってお魔感ですか？最後に運用上の注意について話しておくわ。ウェイターはかなり強力な死体なのだけど、しばらく戦わせていると、手を挙げたまま硬直してしまうことがあるわ。一度こうなるとバッシュやシャウトでひるませても解除できないわ。しかも割と頻繁に起こるから、これをどうにかしないとまともに運用するのは無理ね。いろいろ調べた結果、この硬直は片手武器を持たせた場合に起こることが分かったわ。つまり片手武器を持たせなければ解決よ。なら代わりに何を持たせるのがいいかというと、私のおすすめはこれ。素手よ。実は敵として出てくる吸血鬼には素手攻撃にボーナスがあって、下手に武器を持たせるよりよっぽど高いダメージを出せるわ。とはいえ片手武器のダメージには及ばないから、どうにか片手武器を持たせられないか方法を探したところ、トーメントを持たせた場合は硬直が起こらないことが分かったわ。トーメントはレベル46以上で始められるクエスト。大義を進めれば手に入る片手剣よ。なぜトーメントを持たせた場合だけ硬直が起こらないのか、よくわからないけどとにかくそうなっているわ。ただレベル46以上じゃないと手に入らないから、ウェイターのためだけにこの剣を取るというのは、少しハードルが高いわね。ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はウェイターについて紹介したわ。性能は上位の吸血鬼とほぼ同じなのだけど、序盤から重と化できるのが最大の強みね。名前がどう見てもモブだからといって、うっかり消滅させてはダメよ。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。